はい、皆さんこんにちは。今日からこのチャンネルを立ち上げて授業を行っていきます。松本です。よろしくお願いいたします。私は35年間福岡県で高校の数学教諭をしておりました。退職をしたんです。こう見ても私60歳なんですけども、少しでも数学が苦手だなと思う諸君が皆さんがこのチャンネルを通して理解するきっかけを作ってくれたらなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。タイトルはマツゲンの頑張りマスゲンということでですね、このマツゲンというのは、私が高校教諭した時に出会った生徒がみんな私の名前松本の元が元なので、マツゲンマツゲンと呼ばれてました。その名前をつけてみたということです。さて、今日はですね、次回からの授業の前置きとして少しお話をさせてもらいたいと思います。その話が何かというと、数学の問題を考える上で大切な3つの柱についてお話ししたいと思います。ではまず1つ目。ここに書いてますけども、やはり道具は持ちましょうということです。私は先ほども言いましたように高校の教諭をしてましたけども、卓球部の顧問をしてました。で、やはり卓球の試合に出るときにラケットを持ってこない生徒はいないですよね。もちろん大切な試合とか大きな試合になると正式なユニフォームも必要です。ユニフォームを忘れる生徒もいません。やはりそういった大切な道具はしっかりと持っていないといけませんよね。数学の問題を解く上でもこの道具というのはやはり必要になってきます。ここにあるように定義、言葉の意味、大事な定理、何太郎の定理ってありますよね。または公式。でも私はですね、公式は万が一忘れたら作れるようになったらいいよっていうことも言ってますので、もしどうしても覚えにくいというのがあれば、またそれはそれで別の対応をしていきましょう。さて、2つ目です。2つ目は考え方と書いてます。何かというと、数学っていうのは何のために勉強するのってよく聞かれます。あるテレビ番組でもそのキャラクターが数学は何のために勉強するんでしょうねとテレビに出てきた回答者に質問してました。で、その時に大学の先生が次のように答えてました。数学っていうのは論理を学ぶものですと。私もその答えを聞いて全くその通りだなと思いました。数学が例えば公式を丸暗記して同じような形の問題を解いて、確かにできたっていうことは嬉しいことでしょうけども、それが数学だったら、その試験が終わったら面白みとか、またはそれが後々役に立つとか考えられなくなると思います。やはり筋道を立てて物事を考えるというところをしっかりと考えてもらえれば、たとえ大学入試とかで、または就職の試験とかで数学を使い終わったとしても、公式とか道具とか万が一忘れるとしても、考え方を身につけておけば、それが社会に出て非常に役に立つものになると思います。この考え方、今も言いましたように数学の論理性、私は流れって言うんですけどですね、この流れはぜひ身につけていってほしいなと思います。またここにいくつかの例を書いてます。高校数学になると問題が文字でたくさん与えられたり、または何を言ってるのかな、抽象的な文章で書かれたりしている問題もあります。で、そういった問題をそのまま見ちゃうと、どうやって解くんだろう、どうやって考えていったらいいんだろう、なかなか手が進まないこともあると思います。そんな時にその与えられた文字を
数字にして実験してみる。抽象的な問題を少し分かりやすい言葉に置き換えて、具体的な表現に直して問題を解釈してみる。意外とですね、そうすると問題がこういう時からするんじゃないかな、こういう考えするんじゃないかな、手が動き始めることがあるんですね。そういった具体化ということです。またここに視覚化という言葉があります。数学の文章をそのまま解決するんではなくて、その文章をビジュアル化させてみる。例えば数式で表したものを図形に置き換えてみる。そうすると、こういった問題はこのように解決するんじゃないかなと見えてくることも多々あります。この視覚化というのもいずれ身につけていってもらえたらなと思います。そしてここに発想の逆転とあります。この発想の逆転というのは何かというと、例えばどっかに遊びに行くときに自分の家を基準にしてどのように交通機関を使って遊び場に行こうかな、友達とどっかに行こうかな、そう考える時もあるでしょうけども、例えば今日はどこどこに遊びに行く目的を明確にして、じゃあその目的地に行くためには遡ってどういった公共機関を使う、だから今日はこういう行動をしようということもあると思いますよね。それを数学で学ぶことができるんじゃないかということで、発想の逆転ということを書いています。もちろん他にもたくさんあるわけですが、このような考え方を身につけていってほしいなと思います。さあ、3つ目です。3つ目は何かというと、経験。先ほど言いましたように、例えば卓球の試合でも大きな試合があるときに、その大きな試合だけのことを考えて試合に進めるっていうことはしません。その大きな試合の前にやはり近くの学校とかで練習試合をする、または学校の中で同じ学校の生徒と試合をする、そういった本番に備えるための前置きの練習試合をするなら、その時にやはり勝てない、またはうまくいかない、失敗体験をする。でもそういった体験の経験値が積み重なっていくことによって本番の試合に向かっていけるようになっていくことはあると思います。やはり数学の問題でも、高校生の皆さんであれば最終目標は上級学校の試験とか就職したいことだと思います。そのような試験に向かうときに一発でその試験を解くっていうことはなかなかしないと思うんですよね。学校の授業でいろんな問題演習を解く、または多くの学校さんでやっている模擬試験を解いてみる。ところがその時にやはりうまく解けない、うまくいかない、三角や×で返ってくる。でもそれは模擬試験であり、学校の試験であり、学校の問題演習ですから、私は言うんです。失敗体験してんだよ。で、失敗をすることによってそれを分析をして少しずつ経験値を上げていくと。そうすることによってやはり数学の問題が少しずつ解けていくようになるんだよということを言っています。以上、今日はですね、この3つの柱についてお話をしました。次回の授業からこういった3つの柱を中心にしながらですね、少しずつ授業を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。